はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。アリスです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、以前にも紙の描き方の動画っていうのは、私いっぱい出してるんですけども、その動画によく来てるコメントで、要は正面とかの描き方はわかるんですけど、角度が変わっていくと、結局描き方がよくわかかりませんという。いわゆる斜めになった時に描けないとか、後ろ向いた時わからんとか。そういう。でも確かにそうだよね。私いつもの動画ってどっちかというと正面の髪、いろんな髪型を紹介してたから。いや、まあ確かにね。まずは正面を描きたいっていうのはあるしね。そう。でも確かにちょっとこう絵をね、工夫していくと、いろんな角度の絵って必要になってくるから。漫画描きたいとかになるとね。そのお悩みよくわかるなと思ったので、今回はですね、5つの定番の女子の髪型を、正面、斜め、横、真後ろっていう角度ごとに描き方紹介したいと思います。なるほど。まあこれ見て一緒にやってもらえれば、ほぼその髪型も完全マスターできるかなと。なるほどね。どんな角度でも描けるっていうね。そう。で、後日ね、男子バージョンも上げようと思いますので、ぜひ合わせて全部最後まで見てください。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速やっていきたいと思うんですけども、こんな感じでもう事前に当たり取っておきました。こっちがちょっと髪の毛比較的こう肩からぐらいのミディアムぐらいまでの女の子用で、こっちがちょっとロング用の女の子で、女の子はちょっと長い髪もあるので、縦長のやつも用意してます。じゃあ早速まずこっち側からいきたいと思います。じゃあまず早速一つ目の髪型は、内巻きボブです。一番描きやすいかなと思うので、それから紹介していきます。じゃあまず正面の描き方なんですけども、前髪も結構いろんな種類があるので、一応毎回ちょっと少しずつ変えていきたいと思います。比較的じゃあまず描きやすい、斜め分けにしたいと思います。斜め分けの場合は中心の線よりも左か右どっちかに分け目を持ってくるイメージで線を描いていきます。じゃあこっち側に持ってくるね。はい、こんな感じです。で、この時大事なのは、とにかく直線的に描かず、丸みを帯びて頭の丸さを意識して線を引くこと。じゃ次、サイドの毛です。顔の横の毛ね。顔の横の毛は、内巻きボブなので、内に巻くようにより丸みを意識して描いていきましょう。こんな感じ。ポイントとしては、この毛先をちょっとこう、くるんと上に向けるぐらい、くるんとこう、カーブしてあげること。くるんみたいな感じで、こうやってやってあげるのがポイントです。そしたら後ろの毛もこの前のサイドの毛と同じ長さで形に沿って描き足していってください。はい、こんな感じで正面の内巻きボブです。さらにちょっと可愛さ足したいなって人はこういうところにちょっとね、遊び着みたいなちょっと毛を描いてあげるとより可愛らしさ足すかなと思います。で、まあこれはまあみんな大体結構描けるんですよって人も多いと思うので、次斜めいきたいと思います。さっきと同じ分け目は真ん中よりちょっと右側に行くから、だいたいこの辺に分け目をつけてあげて、頭の丸さを意識して、こう描くように前髪を変えてってあげます。で、この時なんだけど、正面だった時っていうのは、こっちの流れがこう。で、こっちもちょっと私の描き方だとこっちに巻いてたじゃない？内にね。でもこの時は、ここがちょっと外側に巻いてるのわかる？これは中心が今この辺になってきてるから、それに合わせてちょっと前髪の流れもちょっと変えてあげるみたいなイメージがあると、これも別にこっち向きにしたって変なエッジにはならないんだけど、多分、こういう風に斜め向いてった時前髪の流れはむしろこの頭の玉に沿ってこういう風にしてってあげた方がバランスがいいかなと思います。じゃあ次サイドの毛です。はい、こんな感じでもう奥側のサイドの毛、奥の方はあんま見えなくなって手前側がしっかり見えるようになります。で、後ろの毛を描いて出してきます。こんな感じです。で、またこうちょっと遊び毛みたいに足してあげたら可愛いかなとは思います。こんな感じでね。じゃあ次、真横いきたいと思います。今度も前髪の分け目が中心よりちょっと右だから、これの場合も今中心がもうこの真横に見えてるこの線だとして、ちょっとここら辺になる。あ、一応見えるんだ。じゃあ真ん中分けこんな感じです。今までは明らかにこっち側の毛のサイド、外に向かってたし線引いてたけど、今回は頭の丸みに合わせても全部がこう内に巻いてる感じ。っていう違いが毛の流れ角度変わると出てくるから、ぜひそれちょっと意識してみてください。じゃあ次サイドの毛いきます。はい、こんな感じです。
今までよりも直線的に線がなっていきます。っていうのを正面から見てるからね。これが横から見るともっとこう内にくるんって巻いてたんだけど、この辺はちょっとわりかし毛先だけが巻いてあげて、正面から上の毛は縦に流れていくみたいなイメージで後ろの毛いきます。はい、こんな感じです。大事なのはこう正面から見た時は結構横の毛とかサイドの毛はこう丸みが強かったじゃない。でも徐々にこう横向いていくと正面に当たる部分っていうのかなは上の方とかわりかし直線的な線になってきて、下の方の毛は巻くみたいなイメージで、外側に行くとやっぱ曲線が結構強くなるみたいなイメージを持ってもらうのが大事で、以後他の髪型で描く時もいちいちちょっと説明はもうしないけど、そういうイメージをなんとなくこう持ってもらう、頭の丸さをイメージして持ってもらうっていうのが大事かなと思います。で最後に後ろの毛いきます。で後ろの毛は前髪もうないから、真後ろの毛から描いていくね。はい、後ろから見るとこんな感じです。後ろの毛になった時はもうほぼサイドの毛も前髪も見えなくなるので、後ろの髪型だけを意識してください。で大事なのは、正面はわりかし直線的、横に行くと曲線的っていう感じで丸さを意識することです。じゃあこんな感じで次からはどんどん髪の毛描いていきたいと思います。じゃあ次はですね、マニアの人にはたまらないボーイッシュ女子の髪型、ショートヘアいきたいと思います。じゃあ早速正面から説明していきたいと思います。さっきちょっと中心よりも右寄りの斜め分けにしたから、次は逆に左寄りのパターンでどうなるのかなってのみんな知りたいと思うから説明していきたいと思います。でさらにちょっとこう前髪より長めの、ちょっと目にかぶっちゃうぐらいの女子にしていこうかな。はい、じゃあまずは前髪です。こんな感じ。よくちょっとある漫画にありそうなちょっと長めスタイルしてみました。次サイドの毛です。あえてこうアシンメトリーな感じで片側だけ伸ばしてみました。でショートヘアなので後ろの髪は、ポイントとしてはあんまり長く描きすぎないこと。これぐらい首の後ろにある襟足の毛がちょっと見えてるかなぐらいが可愛いんじゃないかなと思います。じゃあ次これを斜めになった時どうなるか説明していきます。じゃあさっき言ったように中心より今度はこっち側に分け目があるので、こっち側から分け目の線描いていきます。逆だもんね、さっきとね。こんな感じで前髪です。次サイドの毛描いていきます。こんな感じ。じゃあ次後ろの髪いきます。こんな感じで斜めになった時は後ろの髪の毛はよく見えてくるんだけども、奥側の襟足はだんだん徐々に見えなくなってくるっていうのと、サイドの毛がアシンメトリーで手前側が長かった場合、奥側の毛はもうやっぱほぼ見えなくなってくるっていうのがあります。じゃあ次横側をいきます。今度は前髪の分け目はもう完全に奥側の反対側に行っちゃうので、見えなくなります。こんな感じでもう毛は分け目は見えなくなると思ってください。じゃあ次サイドの毛描いていきます。こんな感じです。で今度後ろの毛こんな感じになっていきます。後ろの毛になった時、ショートヘアの時は特に後頭部の丸みみたいのをイメージして形作ってあげてください。じゃあ今度真後ろ最後いきます。こんな感じです。わりかしちょっとレイヤーがいっぱい入ってるような髪型のイメージだったので、いっぱいこう毛先をちょっと乱雑に描いてあげてます。こんな感じで真後ろになった時はほぼサイドの毛見えないけど、このぐらいショートだとちょっとチラ見しててもいいかなと思ってちょっとチラ見で描いてみました。跳ねさせればなんか僕見える。ちょっとなんだろうな、こうショートだけどウルフっぽい雰囲気の、レイヤーがいっぱい入ってる感じのショートヘアのイメージ。じゃあ次いきます。じゃあ次はちょっとヘアアレンジ付きのハーフアップをしている髪型でミディアムぐらいの長さの女の子描きたいと思います。はい、じゃあ次はですね、ちょっと短めの前髪、今まで流してる前髪だったからまっすぐ下に下ろしてる眉毛あたりのパッツンヘアみたいのでいきたいと思います。こんな感じ。パッツンヘアに見せたいときは、ここに横線描いてもいいんだけど、線が邪魔だなと思ったら、ぜひ同じあたりの位置で線を止めてみてください。なるほどね。そしたら結構パッツンヘアに見えるので。
じゃあ次、サイドの毛でを描きます。まあ、こんな感じです。まあ、サイドの毛は正直、なくてもいいんだけど、流行によってはなかったりとかするから、まあ、イラストとかの場合は、ここに毛があった方が可愛いかなとは思います。なるほどね。ハーフアップしてるので、今度は耳より上の部分の毛っていうのを、後ろで結んでるのね。なので、後ろの毛を描くときは、耳までの上の部分で区切ります、線を。ここで区切る。で、結び目が真後ろにあるので、真後ろに向かって、結び目が繋がってるイメージで横に向かって、だいたいこのまた球体をイメージしてほしいんだけど、横に向かってこういう形の線を描き足していってあげる。こんな感じです。で、今度下の毛は結んでないから、今まで内巻きできたからちょっと今度外巻きにしてみようかな。はい、じゃあこんな感じで、正面から見たときこんな感じの髪型。これを斜めから見たときどうなるか描いていきます。難しそうやな、斜め横になると。じゃあまず前髪からいくよ。パッツンなのでとにかく線を止めることを意識してもらって、こんな感じです。じゃあサイドの毛描いていきます。こんな感じ。ここまではね、なんとなく最初となんとなく一緒だもんね。イメージいくよね。で次です。じゃあ次ハーフアップしてる後ろの部分。まずは耳までの上の部分で一回線を区切ります。で、結び目が今若干ちょっとここにあるかな、後ろのとこに見えないところにあるかなぐらいのイメージで線の流れを描き足していく。こんな感じ。下の毛ね。下の毛を描いていきます。で、ポイントはここね。多分結び目は見えないんだけど、結んだ先の毛っていうのは見えるの。なので、結んだ先の毛、どんな形で結んでるかはちょっとお好みなんだけども、まあちょっと最初のうちはみんな難しくない方がいいと思うので、まあシンプルにプチお団子みたいな、キュッくるっていう、なんか女子ならわかると思うんだけどね、をやってるってイメージで、ちょっとだけ見えるように少しだけお団子のこれが見える。で、さらにそっからはみ出たこう結んだ毛が見える。こんな感じ。少しだけ結びが見えてくる。ちょっとだけ見えるんだね。そうそう、のが大事です。じゃあ次真横にします。じゃあ次前髪いきます。はい。こんな感じね。で次サイドの毛。はい、こんな感じです。で大事なのはここから後ろの毛だね。ここだよ、問題は。今度結び目もついに見え始めてここにあるので、ここに向けてまず上の部分を丸みを帯びてブロック作ります。で髪の毛がついにはここに集中していくように結び目があるので線を描いていきます。こんな感じです。下の毛を描いていきます。やっぱそれぞれさ、その別ブロックで考えた方がやりやすいんだね。なんか俺とかって髪の毛描くときさ、なんか一気にさ、全部を描こうとするじゃん。どういうこと？いやだからこの髪の毛今さ、下先生はさ、前髪、横、後ろみたいなので分けてこう教えてんじゃん。でもさ、普通俺みたいな人はさ、じゃあ髪描こうと思った時にさ、一気にこう描こうとするじゃん。そうだよね。だからこう描けないんやなと思ったよ一瞬。別にそれでも全然悪くないんだけど、私がこれをやる理由っていうのは、この組み合わせを覚えてもらうと、もっといろんな組み合わせして自分で新しい髪型作れるから。その別々にパーツをやる。そうそうそう、前髪これ、後ろの髪これ、サイドの毛これみたいなわかる？自分でそのうちみんなの組み合わせて、より幅広い髪型作ってもらえるようになるから、私あえていつも前髪、サイドの毛、後ろの毛って分けるようにして。ブロックごとにしてる。そうそうそう。まあでもそっちの方が実際だとやっぱ書くときに自分の中でこう切り替わるから書きやすいかなと。想像しやすいなと思った。そうだよね。で、最後ここまで来たら今までと違って結び目が見えてくるので、これもしポニーテール的に結びならちょろんって出せばいいんだけど、まあ今回ちょっとお団子みたいにしてみたので、こうお団子の玉みたいなの作ってもらって、上からはみ出てる毛を描いてもらう。なるほどね。こんな感じ。じゃあ次後ろです。はい。今回後ろからちょっとアレンジが効いてるので違います。先にもう結び目を描いておこう。この後ろの中心のところにお団子がある。真ん中ね。これがあります。玉ねぎみたいなね。で、そっからここにこうやってちょっとはみ出た毛がある。まあ、玉ねぎに毛が生えたみたいな。玉ねぎから葉っぱが生えたみたいな感じの。で、ここに向かって、じゃあ最後今度上のブロックを半分ぐらい。だいたい頭の半分ぐらいで描いていきます。で、後ろの毛を、あとはまっすぐ下ろすだけ。はい、こんな感じです。なんかまあ、後ろになる方がこれはこの髪型もしかしたら描きやすいかもしれないね。確かにね。っていう感じでとりあえずまず3パターンいきました。すごい。じゃあ次もっとロングヘアになったパターンの2パターンいきます。はい。
じゃあ次は、ロングパターンでいきたいと思います。まあじゃあまずはオーソドックスなみんな大好きな、おしとやかロングヘアいきます。じゃあちょっとこんな感じのアンニュイな雰囲気の子にしてみた。重めの目の上ぐらいのパツヘアにしたいと思います。まあ大体前髪こんな感じです。今回ちょっとここ辺に横線書き足してみたけど、別にこれ書いても書かなくてもね、お好みで、さっき書かなかったら今回あえて書いてみた。じゃあ次サイドの毛いきます。で、ロングヘアなので、髪の毛こっからはすごく長く、ちょっと長い線描くの難しいんだけど、ちょっとずつこう切りながらでもいいので、自分が描けるストロークで長い線描いてみてください。はい、こんな感じです。まあ今までとは明らかに長さがね、違うので、ちょっと難しいけど長い線頑張って描いてください。で、後ろはロングヘアなので、ヘアレンジによっては髪の毛をこう後ろから前に持ってきてる女子もいるんだけど、まあ基本は後ろの髪の毛は首よりも肩とかより後ろに行くので、先に肩とか、首描いちゃいます。後ろの髪描き足していきます。でもロングヘアの場合ほとんどしかもストレートの場合はちょっと毛見えないのでただもうほんとまっすぐ下ろすだけ。まあ、比較的正面の場合は描きやすいかなと。ただこれじゃあつまらないなって人はぜひよかったら髪の毛とかなびかしてあげると可愛いのはロングヘアなので、ちょっとアレンジしたり、ね、なびかしてあげたりしてみてください。でまずはここからっていう感じで、重めのロングヘア描きました。じゃあ次これが斜めになった時どうなるか。じゃあ前髪いきます。こんな感じで大事なのはとにかく丸みを出してあげること。次サイドの毛いきます。こんな感じです。で次ロングヘアの場合は先にロングヘア、まあ、描いてもいいんだけど私的にはもし一発描きでいくような人は先にやっぱさっき言って体描いておくのがおすすめなので先に体描いておきます。じゃあ後ろの髪いきます。基本はこんな感じなので、ただね、ロングヘア描く場合は、よかったら服にもよるけど、こうちょっとこの辺からね、毛を出してあげた方が可愛いと思う。さらにね。さらにこう長く降りてって、こうしょって、ちょっとここから見えるみたいな。もう本当はこっち見えないけど、なんとこっちに出してあげてもいいぐらい。まあ絵だからって。絵だからっていう感じです。じゃあ次、横向きいきます。はい、まず前髪はこんな感じです。で、次サイドの毛。こんな感じ。これまっすぐストーンと下ろしてもいいんだけど、私的にはこう体に触れて少しここが体から触れたところがこうゆったりするイメージになるんじゃないかなと思うからちょっとそういう風にしてみた。なるほどね。まあ別にこれまっすぐ下ろしてもそんな変なことではないと思います。じゃあ次後ろの毛いきます。やっぱ後ろの毛は案の定体にだいぶかぶってくるんだよね。そうだよね。だからここからちょっと難しいんだけど一回首の後ろに毛がねこう、いってるイメージの長さ毛を横に描いてあげて、肩を描いてあげて、で女の子だからやっぱ胸が横向きだとあるから、まあ、洋服は描くときは胸とかその服に合わせて描いてあげて、それから今度後ろの毛をまっすぐ下ろしてあげる。ほんとだ。こんな感じ。見える。まあそうすると重めのロングヘアの子に見える。ここからこうシュッてなる。そうやっぱこれ描いてあげるのが実は大事なんじゃないかなって思う。この毛が後ろに流れてますよみたいな。これが嫌な場合はこの毛をもっとここら辺から分けてこっちに持ってくることもできる。要は別に今私はこういうサイドの毛だけを前に出したけど別に後ろの髪をちょっと前に持ってきてだって問題はないっていう。いやまあその場合だからこれがこっちに出てくるってこと。そうだね。だからもうちょっと前の量の毛量を多くしてあげればできるかなっていう感じです。じゃあ次真後ろいきます。これ真後ろはもうねとにかく長い線を描くのが難しいっていうだけで。でもなんだったらこれ前に持ってった毛をちょっとこう肩の奥側にこうやってね描いてあげてもいいのかなとは思う。なんかふと思ったんだけどさ、案外さ、この後ろの髪型がさ俺描いてないから分かんないけどさ、一番難しいのかもしれない。下先生はこう限られてるからさ描くじゃん。だけど案外さなんかここしかないじゃん。他のなんかパーツが見えない分そうね。なんか一番難しい。案外後ろの髪って難しいかもしれない。私は一番簡単だみたいなこと言うけど実際は髪の毛しかないからごまかせない。だから難しいかもしれない。これでちょっと見てみんな練習してもらうのいいかも。でもこの角度全部描けるようになったらみんな相当画力上がるよ。じゃあ最後もう一個のロングヘアいきたいと思います。もう一個のロングヘアはさっき、ハーフアップ描いたから今度はツインテールバージョンにしたいと思います。ツインテールロングヘアです。
で、最後の前髪はちょっと隙前髪みたいな、今までちょっと重めだったので結構すいてるような前髪いきたいと思います。こんな感じで、すいてる前髪は線を描きすぎないこと、眉毛がこうチラ見えするような抜け感を意識してあげることが大事です。で、次サイドの髪の毛。最後だからちょっと奇抜にめっちゃレイヤーが入ってる感じのサイドの毛にしてみました。こういっぱい内巻きを作るみたいな。で、長さを変えてあげるっていうと、こうレイヤーがいっぱい入ってて、こう段々になってるようなイメージになりやすいです。今度はもう全部ツインテールにしたいので、一回まずね、頭の形に沿って、丸を描いちゃいます。こんな感じ。で、サイド、こことここで結んでるので、そこに向かって結び目を描いてあげる。こんな感じです。で、ツインテールを描いていきたいんだけども、アクセサリーとかをつけたい人は、ぜひここで一回アクセサリーをつけてもらって、わかりやすくちょっとリボンとかを描いておこうかな。で、ツインテールの束を描いてあげます。正面から見たときは左右対称に束が出るように描いてもらえば OK です。で、今は上でちょっとストレートヘアいったから、こっちはちょっとうねうねヘア、パーマヘアにしていきます。こんな感じでツインテールです。ギャルやん。ギャルだね。じゃあ次、これを斜めから見たパターンいきます。すいてる前髪なのでちょっと空白を意識しながら、前髪こんな感じです。で、次サイドの毛こんな感じで描いていきます。で、次だよね、ツインテールね。まずは結び目が今度片側完全に見えてくるので、私がおすすめのポイントとしてはね、先に結んだ先の毛を描いちゃう。頭をいつも描きたいとこだけど、先に結んだ毛を描いちゃいます。で、結んだ毛を描いた後に今度は髪飾りのリボンとかがあれば描いてあげて、丸みのある頭の形を描いてあげる。で、結び目に向かって線を伸ばしてあげる。で、今度奥側のツインテールなんだけど、これがね、角度によっては見えます、こっちがちょっと。で、角度によっては見えなくなる。結構こう、横向きが近くなってくればくるほど見えなくなるから、今回のこれだと、ちょっと、見えないくらいかな。やっぱ見えないから、こっちの奥に落ちてる毛の束だけを描いてあげる感じで大丈夫かな。じゃあ次、横向きです。じゃあ前髪いきます。こんな感じ。で、サイドの毛。こんな感じ。で、ツインテールなんだけど、今度はもう結び目が完全にこっちに向かって真正面になるので、まず先にまた結んだ先を描く必要ないけど、私はやっぱ描いてた、描きやすいので描いておきます。で、後ろの後頭部の丸さを意識して、丸みを描いてあげて、そこに向かって毛を伸ばす。で、これよかったら、こういうとこからね、ちょっと首の結び目から出てきてる毛を描いてあげても可愛いと思う。ほつれってちょっと出てきちゃってる毛。やりすぎるとちょっと汚く見えるから、塩梅が難しいけど。こんな感じです。で、本来なら真後ろのだから結びはほぼもう見えてないかなと思うんだけども、やっぱりちょっとチラ見えしてたぐらいのが可愛いかもしれないから、こっちとかに、普通はないんだけどね、描いてあげてもいいのかなと思います。で、最後真後ろです。ツインテールの真後ろが意外と実は難しくて、この中心に割れ目があるんだよね、髪の毛の。こういう風にそうなのよ。なので、まずはこの頭の丸さに沿って、まず頭の丸さに沿って形を描いてもらった後、先に結んでるのを描こうかな。正面のこれを2個描けばいいだけだから、こんな感じで結び目を描いたら、この中心から左側をこっちに向けて、で右側をこっちに向けて線を描いていく。こんな感じ。確かにそうだね。で、ここ線とか描かない方がいい。描いてもいいよ、縦線を。私は描かないでこのままにしておくかなと思う。そう。で、よかったらこの後ろに今日こう出てるね、遅れ毛を描いてあげると、より髪の毛結んでるっぽく見えるかなと思います。こんな感じです。はい、
ということで今回は、女子の定番の髪型5パターンをいろんな角度から描いてみました。いやより分かりやすいね、こうやってやってくれる。そうだよね。まあなかなかみんなじっくりここまで髪型と向き合ったことないだろうから、まあぜひこれを一緒に2点描いてもらって、ぜひいろんな髪型をマスターしてください。やっぱ漫画家20年以上続けてると。20年はまだやってないよ。どんな髪型でも描けるってことが。もうちょっとで20年。もうちょっとで20年。もうちょっとで20年。盛りすぎた。盛りすぎ。いやでもまあ結局いろんな角度から描けるの越したことないし、さっき途中で言ったようにパーツ組み替えてもらえれば、いろんな髪型になるから。あ、さっきね。今私が言った5種類以上が描けるようになるので。正面だからサイド、後ろって分ければね。そういうのでぜひちょっと自分なりのいっぱいキャラクターを生み出してください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。今度男子バージョン出しますので、男子バージョンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎と。バイバーイ。